昔ある小さい池にアヒルの一家が住んでいました。お母さんアヒルは毎日たくさんの卵をせっせと温めます。さあ、早く生まれてきておくれ。ある朝のことです。パリパリパリッと卵が割れて、黄色い可愛いアヒルたちが次々と飛び出しました。ところが一つだけ大きい卵が残っています。どうしてでしょうね。この卵だけまだ帰らないわ。その時、隣のアヒルのおばさんが言いました。それはきっと七面鳥の卵だよ。温めても無駄だよ。捨ててしまった方がいいわ。いいえ、もう少し温めれば帰ると思いますので頑張ってみますわ。とお母さんアヒルは言いました。それから3日が経ちました。黄色いアヒルの子供たちはあっという間にお池で上手にスイスイと泳げるようになりました。お母さんアヒルはまだ最後の大きな卵を温めています。やっと生まれるわ。最後の大きな卵もようやくバリバリバリっと割れて、灰色のみっともない毛並みの醜い赤ちゃんが飛び出しました。なんだろうね、この子。汚い色をして、やっぱり七面鳥の子供だからよ。しかし醜いアヒルの子はスイスイと泳ぎ始めました。それを見てお母さんアヒルが言いました。おや、これはやっぱりアヒルの子供よ。お母さんアヒルは醜いアヒルの子も他の子と同じように可愛がって育てました。やーい、汚いやつだな。あっち行けよ。醜い体のやつアヒルじゃないぞ。あっち行け。アヒルの子供たちはその醜いアヒルの子をくちばしでつっついたり仲間外れにしたりしました。醜いアヒルの子が餌を食べようとすると他のアヒルの子たちが横取りして食べてしまいます。お池で泳いでいると背中に乗ってくるので羽がますます汚れ、一番ビリになってしまいます。どうして僕だけいじめられるの？醜いアヒルの子は毎日いじめられて泣いていました。まあ、かわいそうに。兄さん姉さんたちにいじめられたの。私の下に隠れていなさい。もう大丈夫よ。とてもいいお天気の日のことです。お母さんアヒルが子供たちに言いました。違う毛並みでもみんな仲良くしなくてはいけませんよ。みんなは返事をしました。アヒルの子供たちは黄色い小麦畑の中へ醜いアヒルの子を誘い出しました。おーい、こっちだへへへ、こっちだよ。黄色い小麦畑の中だと黄色い体は隠れるとわからなくなりますが、灰色の体は目立ちます。やっぱり醜いアヒルの子だけがいつでも鬼にさせられました。池を覗くと薄汚い自分の姿が水面に映っていました。悔しいよ、悔しいよ。なんで僕だけこんな醜いんだろう。神様の意地悪かな。黄色い小麦畑とどこまでも続く野原を見ていた醜いアヒルの子は、どこかに自分を可愛がってくれる友達がいるかもしれないと思いました。そして勇気を振り絞ってアヒルのお母さんにそのことを言いました。まあ、旅ですって。世の中怖いものだらけなのよ。
醜いアヒルの子はまだみんなが寝ている間に家を出ました。住み慣れた小麦畑を抜け、大きな森に入っていくと大きな犬がやってきました。犬はじっとアヒルの体を見つめると、そのまま通り過ぎていきました。僕があまり醜いから犬でさえ見向きもしないよ。とほほ。醜いアヒルの子はますます悲しくなりました。それでもとぼとぼ歩いていきます。やがて一軒の小さな家を見つけました。その家には猫と鶏が住んでいました。こんにちは。ここに置いてもらえませんか？醜いアヒルの子は猫に尋ねました。何か取り柄はあるかい？泳ぐことです。ネズミが取れなきゃ何の役にも立ちゃしない。卵をたくさん産めるかい？産めなきゃいらないよ。猫はキーキーと怒り、鶏は不機嫌そうに言いました。その夜、醜いアヒルの子は裏の藁の中で寝ることにしました。どうやら僕の居場所なんてどこにもないや。藁の中は寒くて寒くてブルブル震えていました。朝になり、その家を出ました。それから醜いアヒルの子は何日も何日も歩き続けました。歩いてばかりでお腹がペコペコだよ。わわ。目の前に湖が広がっていました。アヒルの子は急に元気になり、スイスイといつものように泳いだり潜ったりして小さな虫を捕まえて食べました。やがて寒い冬になりました。湖には氷が張り始め、虫もいなくなりました。ついに食べ物がなくなり、草の根っこをかじって過ごしているうちに力尽きてとうとう倒れてしまいました。ねえお父さん。倒れたアヒルの子を漁師の親子が見つけました。これはかわいそうに。漁師の親子は醜いアヒルの子を家に連れて帰りました。暖炉の火で部屋の中はポカポカしていました。おや、ここはどこだろう。僕は助かったんだ。醜いアヒルの子が目を覚ましました。そこに小さな男の子がアヒルの子を抱きかかえようとしました。醜いアヒルの子はすでに生まれた頃より随分と大きくなっていました。バサバサーっと大きく羽を広げた拍子に花瓶は吹っ飛び、小麦粉は舞い上がりました。ねえ、待ってよ。醜いアヒルの子は男の子が自分のことをいじめようとしているのだと思い、慌てて逃げ出したのでした。しばらくして待ちに待った春がやってきました。湖にも虫や魚などがあふれ、醜いアヒルの子は小魚も捕まえられるほど大きくなっていました。春の日差しを浴びて美しい白い大きな鳥たちの群れが次々に湖に舞い降りました。それは真っ白に光る翼を持った美しい鳥たちです。うわー、なんて綺麗な白い鳥なんだろう。なんとかして友達になれないだろうか。断られてもいいから勇気を振り絞って行ってみよう。醜いアヒルの子は美しい鳥たちに話しかけてみました。僕も仲間に入れてください。するとどうでしょう。どうしたの一人で。さあ仲良く泳ぎましょう。思いがけないその言葉に醜いアヒルの子は驚きました。見ると湖に映っているのはあの美しい白鳥そのものでした。へえ、僕は本当はこんなに綺麗な鳥だったの。感
撃で胸がいっぱいになりドキドキしました。醜いアヒルの子は仲間たちと一緒に大空へと飛び立ちました。なんて美しい白鳥だ。ひときわ光り輝いている。醜いアヒルの子は辛かった長い月日を乗り越えてやっと幸せをつかむことができたのでした。どんな時でも諦めてはいけないのだなと醜いアヒルの子は思いました。